はじめまして。株式会社デジタルスタンダードのミキと申します。よろしくお願いします。企業ブースの7番で出展しておりますので、この後ぜひお越しください。では、iPhone を使って VR チャットでフルトラッキングできるスマホアプリを紹介させていただきます。そのアプリの名前は 3D ポーズトラッカー、略して TDPT と言います。私はその TDPT のフロントエンド開発などを行っております。では、TDPT とは一体何でしょうか？ご紹介させていただきます。はい。弊社はもともとスポーツや医療の分野のために画像認識の AI 技術を開発しておりました。そのプロモーションの一環として AI 技術を応用してアバターを動かすアプリとして開発したのがきっかけなんです。こちらは iPhone 用にリリースしているアプリの実際の画面です。今、後ろに再生されている動画からリアルタイムに AI が人間の骨格を認識して24点の座標を出力しています。その座標からアバターの防音の角度を操作し動かしているんです。もちろんリアルタイムに画像認識をしているので、カメラで人間の全身を映してアバターを動かせるということになります。動画を読み込んで時間をかけて AI が座標を出力するという技術はこれまでよくありましたが、TDPT のすごいところは、それをリアルタイムにできること。それによってカメラからの映像でそのままアバターを操作できるということなんです。後でも説明しますが、iPhone 11の以降の機種で動作します。画像認識の技術なので、iPhone の奥行きセンサー、いわゆるライダーは使用していません。アプリにはアバターの位置を動かしたり、背景をグリーンバックにしたり、モーションの送信、書き出しを行ったり、ライブ配信を行ったりする機能などが入っています。最初からこのリュンという女の子のアバターが用意されていますので、起動してカメラをオンにするだけでもうすぐにアバターが動くことがわかりますので、ぜひダウンロードしてください。はい。このようにフルトラッキングしているのがわかりますでしょうか？左上がその時の現実の私の様子ですね。iPhone のカメラに映るように踊っています。左下がモーションデータを再生している様子です。そして右側が VR チャットで動いている様子です。クエスト短期で頭、両手の3点は動いていますが、それ以外の肘、胸、お腹、膝、足を動かすことができるようになるんです。はい。今日は VR チャットに不慣れな私よりも普段からずっと愛用してくださっている強力な助っ人をお呼びしております。ニーナさんです。どうぞこちらへお願いします。はい。先ほどの方法で iPhone の TDPT アプリでモーションキャプチャーをしてクエスト短期で11点フルトラをしていらっしゃいます。はい。ちょっといろいろ動いていただきましょう。いいですね。すごく膝も上がりますし。はい。ちょっといろいろと動いていただきましょう。いいですね。こんな感じですね。手と足ともう自由自在に動かしていらっしゃいますね。足もすごく上がりますね。はい。めっちゃ滑らかです。はい。かわいい。ありがとうございます。はい。では、ニーナさんにはこの後もご一緒していただいて進めていきましょう。
お願いします。はい、では続いては簡単にやり方の手順をご紹介します。今回は一人で行うことを想定してご説明いたします。まずは配置ですが、このような感じで、準備します。クエストのプレイエリアの前方にスマホを三脚などに立てておきます。距離はだいたい2メートルぐらいになるでしょうか。カメラに全身が入るように置きます。はい、では次ですね。そしてクエストの Wi-Fi 設定で接続済みの Wi-Fi の名前をクリックすると詳細が出てきますので、そこから IP アドレスを確認してメモをしておきます。では一旦クエストとスマホを外してスマホの準備をします。はい、次に行きます。TDPT を iPhone にダウンロードします。はい、App Store で TDPT と検索して入手します。ちなみに iPhone の機種なんですが、iPhone11 以降の機種をお勧めしております。はい、次のスライドです。次にアプリを始める前に同じネットワークにする必要がありますので、iPhone と Quest が同じ Wi-Fi につながるように設定をします。はい。では次です。アプリを起動して下の星のマークをタップします。今回使う OSC トラッカー情報を送信する機能は、買い切り型課金のプレミアムメニューを開放する必要がありますので、開放します。はい。次ですが、アバターについてです。デフォルトのピンクの服の子でほぼ大丈夫なんですが、VR チャットで使っているご自身のアバターに変更をしていただいた方が身長が一緒なので一番いいです。ちなみに TDPT では VRM データのアバターしか使えません。Vroid ハブにアバターがある場合はプレミアムメニューの中の機能でダウンロードしてくる方法があります。もしくは iPhone のローカルファイルアプリに入れて、それをアプリの設定から読み込む方法があります。はい。では次のスライドです。こちらの左の画像ですが、設定画面の中のミラーモードにチェックを入れておきます。次にこの右の画像ですが、OSC トラッカー情報の送信準備をします。プレミアムメニューから OSC トラッカー送信にチェックを入れて、IP アドレスに先ほどのクエストの IP アドレスを入力します。ポート番号は9000を入力して、オフセット、スケールはそのまま、11p をチェック、バンドルモード、ハイドアバターはチェックを入れます。そしてスタートボタンを押して送信が始まります。はい。この状態で iPhone を三脚に立てておきます。水平になるようにうまく設置をしておきましょう。はい。では次ですが、クエストから VR チャットを起動します。アクションメニューを開いて、オプションズ、OSC、イネーブルドをオンにします。クイックメニューを開いて、クイックアクションズのシット、スタンドだったところが、キャリブレート FBT に変わっていれば受信ができています。そしてこれをクリックすると、キャリブレーションが始まりますので、両手を広げてトリガーを同時に押すと、これで受信が完了です。はい。では、ここでニーナさんのように
クオリティの高いトラッキングを実現するためにはどうすればいいのか、そのコツなどを少しご紹介しましょう。はい、一つ目ですが、T シャツ、膝が見える短パンがおすすめです。私はこのアバターと同じ服装で今も撮影をしてるんですが、膝が見えている方がおすすめかなと思います。2番目、広い部屋がおすすめです。だいたい手を広げても何も当たらないぐらいがいいんですが、VR されている方でしたらおそらく大丈夫かなと思います。部屋の広さなど皆さんありますので、ちょっとどうしようもない場合はあるんですが、はい。では続いて3番目です。常にスマホがある場所を意識する。はい。具体的には、ニーナさんは足元にあるカーペットで、足の裏でですね、感覚をとっていらっしゃるということなんです。はい。またですね、寝っ転がるときは、スマホに対して横向きに寝るようにするなど、カメラからどういうふうに映っているのかを意識する必要がありますね。はい。で、続いて4番目ですが、部屋が明るい。スポット的に明るくというよりは、シーリングライトで全体が明るい方がいいかもしれません。はい。続いては、5番目、iPhone を冷やす。iPhone が熱くなることがありますので、熱くなりすぎると、アプリが落ちてしまうこともあります。はい。なので扇風機を当てるなどして少し冷やしていただくといいかもしれません。はい。続いて TDPT には iPhone アプリだけではなく Windows 版もありまして、こちらがなんと大幅なリニューアルを行ったバージョン 0.6 がついに来週リリースとなりました。iPhone 版よりも機能が充実しているのになんと無料で使えるソフトとなっております。はい、こちら右側の動画ですが、上は全身モードで、下は上半身モードで動いております。表情、指のモーションキャプチャーもあるんですよ。そしてワールドの切り替えも新しくできるようになりました。はい、最初はこちら一枚絵が後ろにあるだけのワールドで、こちらがお部屋のワールドですね。次がバーカウンターのワールドです。もちろんこちら 3D のオブジェクトが置いてあります。そして太陽のフレアなんかもちょっと入れてみたりねしています。はい、で続いてがニューススタジオのワールドです。はい、配信なんかに使っていただくのにも便利かなと思います。ちなみにこちらがセット、後ろのセットの切り替えができるようになっています。はい、紫色のところと、それから青色の方の緑色とセット変わります。はい。で続いてこちらがレンガ調の家が並ぶワールドですね。はい。お空もしっかりあります。で続いてが公道のワールドです。はい。はい、後ろに座席なんかもありまして、こちら一人称の視点ですね。ちなみに。はい。はい、というような感じで、他にもたくさんの機能が追加されました。はい。こちらは iPhone のアプリと同様に OSC トラッカーの送信機能を Windows 版の TDPT で試している様子です。こちらは PC で TDPT と VR チャットを同時に起動するんですが、PC のスペック的にはそこまで心配をすることはなく、VR チャットは VRAM の大きさが問題になってきますが、TDPT はちょっと違いまして、並行処理のためにグラフィックカードを使用します。
現在 RTX の 4070Ti 以上では問題なく動作していることが確認ができています。はい、そして引き続き TDPT Windows 版を使ったご紹介です。こちらは VR チャットのデスクトップモードで TDPT のモーションを受信している様子です。霧雨工房さんのデスクトップフルトラッキング VMCP というソフトを使いまして TDPT から上半身のモーションを VR チャットに送っている様子です。右上が TDPT、そこからモーションを右下のデスクトップフルトラッキング VMCP へ送り、左の VR チャットへ送っています。はい、そしてこちらはちょっとややこしいんですが、後ろのオレンジの服の方が先ほどの同じ人間がさらにクエストをかぶっているので、アバターが同じ動きをしています。なので机の前に座ってウェブカメラの前で動きながら頭にはクエストをかぶっていると。そして VR チャットはデスクトップモードで動いている人の視点ですね、こちらは。はい。そしてこちらがクエスト側の視点になります。やはりこの映像を見てわかります通り、デスクトップモードの黒い服の方の子はやはりちょっと遅延があるように感じますね。今は上半身のみを送ってますが、理論上は全身のモーションを送ることが可能ですので、今後の TDPT の開発がさらに進めば、デスクトップモードでもカメラに全身を映すだけでフルトラッキングができるようになるでしょう。はい。では iPhone を使って VR チャットでフルトラッキングについてのステージ配信は以上です。ありがとうございました。企業ブースの7番で出展しておりますので、この後ぜひお越しいただいて、ご質問やご意見などたくさん聞かせてください。お待ちしております。ありがとうございました。